世界はあまりにも静かだった。この都市では、言葉を発すること自体がリスクを伴う行為だからだ。私はオフィスの窓から、鉛色の空の下を行き交う人々を見下ろした。誰もが口を一文字に結び、視線を合わせずに歩いている。会話はない。挨拶もない。必要な情報はデバイスを通じてテキストで送ればいい。音声を発するということは、自身の脳に埋め込まれた神経制御チップ、ベリタスの検閲を受けることを意味するからだ。営利監査官、第七地区のエネルギー報告書に不備があります。背後から同僚の女性が声をかけてきた。彼女の声は平坦で、感情の抑揚が削ぎ落とされていた。了解した。すぐに確認する。私も短く答える。喉の奥に、わずかな熱を感じる。これはベリタスが作動している証拠だ。私の発言が私の認識している真実と合致しているか、瞬時に照合が行われている。もし私がここで今は忙しいから無理だ、と嘘をつこうとすれば、チップは即座に痛覚神経を刺激する。喉を焼くような激痛と、全身の痙攣。それが嘘の代償だった。かつて人類は、嘘と欺瞞によって滅びかけた。フェイクニュースが戦争を引き起こし、詐欺が経済を崩壊させた。だから私たちは、自らの脳をシステムに委ねたのだ。嘘をつけない、という不自由と引き換えに、私たちは絶対的な信頼と平和を手に入れた。はずだった。私は端末に戻り、報告書の数字を追った。私の仕事は真実監査、だ。公表されるデータと、実際の観測データに矛盾がないかをチェックする。退屈な仕事だ。なぜなら、誰も嘘をつけないこの世界において、入力ミス以外の不正など存在し得ないからだ。しかし、その日の私は違和感を覚えた。画面に映し出されていたのは、最高評議会議員であるバルダスの演説中継だった。市民の皆さん、本年度のエネルギー供給率は 120% を達成しました。備蓄は万全であり、不安要素は何一つありません。バルダスは穏やかに微笑み、力強く語っていた。だが、私の手元にある生データは、供給率が 40% を割り込んでいることを示していた。設備の老朽化による深刻な電力不足。それが真実だ。私は喉を押さえた。おかしい。バルダス議員は明らかに嘘をついている。事実と異なる数字を確信を持って口にしている。なのに、なぜ彼は立っていられる？なぜ、喉を焼かれて床に転げ回らない？システムのエラーか？いや、ベリタスの稼働状況は正常だ。だとしたら、考えられる可能性は一つしかない。私は震える指で、極秘のデータベース。監査官権限でもアクセスが禁じられている深層領域に侵入を試みた。真実は、あまりにも単純で、残酷だった。深夜のアーカイブ室で、私は特権者リスト、というファイルを見つけた。そこにはバルダスを含む、政府高官や巨大企業のトップたちの ID が羅列されていた。彼らのチップには、特別なバイパスコードが組み込まれていたのだ。検閲除外。つまり、彼らだけが嘘をつける。私は戦慄した。これは単なる不正ではない。もっと恐ろしい、構造的な支配だ。私たち一般市民は、子供の頃から人は嘘をつけない、と刷り込まれて育つ。他人の言葉は全て真実であると、疑うことさえ忘れてしまっている。そこに、もし、嘘をつける人間、が紛れ込んでいたらどうなるか。彼らの言葉は、私たちにとって神の啓示、と同義になる。彼らが黒いカラスを白い、と言えば、私たちは自分の目を疑い、あれは白いのだ、と認識を書き換えてしまうだろう。なぜなら、システムが制裁を加えない言葉は、絶対的な真実だと信じ込まされているからだ。バルダスたちは、この仕組みを利用して市場を操作し、都合の悪い事項を隠蔽し、民衆を完璧にコントロールしていた。誰も彼らを疑わない。疑う機能そのものが、私たちから奪われているのだから。なんてことだ。独り言が口をついて出た。その瞬間、システムが反応したが痛みはない。私の認識と発話が一致している証だ。私は、嘘をつけない。この巨大な欺瞞を告発しようにも、証拠を捏造することも、言葉巧みに扇動することもできない。ただ事実を並べることしか許されていない無力な監査官。それが私だ。しかし、と私は思った。本当に無力だろうか？私は自分の首筋に触れた。埋め込まれたチップの硬い感触。私を縛り続けてきたこの鎖。
真実しか語らせないこの呪い。もし、これを逆に利用できるとしたら？私は端末を操作し、年の全放送ジャックの準備を始めた。震えが止まらない。失敗すれば、私は反落罪で処分されるだろう。だが、このまま沈黙していれば、私たちは家畜以下の存在になり下がる。私は嘘をつくことはできない。だからこそ、勝てるのだ。都市中の街頭ビジョン、個人の端末、作業用ディスプレイが一斉に切り替わった。映し出されたのは、薄暗い部屋に座る私の顔だ。街がざわめくのが聞こえるようだった。未登録の放送。明らかな違法行為。市民の皆さん、聞いてください。私は語り始めた。喉の渇きを感じながら、一語一語、慎重に言葉を選ぶ。私は政府監査局の営利。今から、私たちの社会を根底から覆す事実をお伝えします。画面の向こうで、治安部隊が動き出したのが分かった。通信を遮断しようとするハッカーたちの攻撃も始まった。時間は数分しかない。私たちは、ベリタスによって嘘を封じられています。誰もがそれを知っています。嘘をつこうとすれば、激痛が走り、会話は成立しません。そうですね。私は一呼吸置いた。そして、カメラをまっすぐに見据えた。ですが、特権階級に属する一部の人間は違います。バルダス議員をはじめとする評議会のメンバーは、ベリタスの検閲を免除されています。彼らは、私たちに平然と嘘をつくことができます。その瞬間、通信回線に割り込む形で、バルダスの怒声が響き渡った。即刻やめさせろ。この男は狂っている。精神汚染を起こした妄言だ。バルダスの声はクリアで、悠長だった。彼は嘘をついている。だが、市民にはそれがわからない。彼の言葉もまた、システムを通った真実として響くからだ。私は動じなかった。ここからが、論理の戦いだ。バルダス議員は、私の発言を妄言だと言いました。私が嘘をついていると。私は自分の喉元を指さした。皆さん、見てください。そして、よく考えてください。もし私が嘘をついているのなら、なぜ私は今、立っていられるのでしょうか？世界が、息を飲んだ気配がした。私は一般市民です。私のチップには、検閲除外コードなど入っていません。もし私が、彼らは嘘をつける、というデタラメを言っているのなら、ベリタスは即座に私に制裁を加えるはずです。喉を焼き、意識を奪うはずです。私は両手を広げた。痛みはない。声は震えていない。それは、私の言葉が真実であることの物理的かつ絶対的な証明だった。私は痛くない。苦しくもない。つまり、私の言葉は真実です。彼らは嘘つきだ。システムを悪用し、私たちを騙している詐欺師たちだ。パラドックスが完成した。私が彼らは嘘つきだ、と言って倒れない以上、彼らが嘘つきであることは確定する。もし彼らが正直者なら、私は嘘をついていることになり、倒れなければならない。私が立っているという事実そのものが、最強の証拠となって彼らを弾劾していた。嘘だ。これは、バルダスの狼狽した声が漏れた。その瞬間、都市の空気が変わったのが分かった。信じ込まされていた絶対の真実が崩れ去る音。市民たちの目は、もはやバルダスを見ていなかった。彼らは理解したのだ。自分たちが信じていた平和が、一方的な情報の搾取の上に成り立っていたことを。その後の混乱は、歴史の教科書に譲ろう。システムへの不信感は暴動となり、政府は機能停止に追い込まれた。ベリタスのサーバーは物理的に破壊され、全人類の脳内チップは機能を停止した。あれから1年。世界は、ひどく騒がしくなった。街角では商人が商品を大げさに宣伝し、恋人たちは守れもしない永遠の愛を誓い合い、政治家は実現不可能な公約を叫んでいる。詐欺も増えた。疑心暗鬼も増えた。かつての静寂で清潔な秩序は消え失せた。私はカフェのテラス席で、泥のように濃いコーヒーを飲んでいた。向かいの席には、かつての同僚が座っている。彼女はチップの停止後、驚くほど表情豊かになった。ねえ、エイリ。今日の髪型、どう思う？彼女が少しはにかんで尋ねてきた。正直に言えば、少し寝癖がついているし、髪色も変だし、似合っているとは言い難い。
かつての私なら、沈黙するか、あるいは事実を指摘して彼女を傷つけていただろう。チップがそうさせたからだ。だが、今は違う。私はカップを置き、彼女の目を見て微笑んだ。喉に走る痛みはない。ああ、とても素敵だ。君に一番似合っているよ。嬉しい。ありがとう。彼女は嬉しそうに笑った。私の言葉は嘘だった。けれど、真実よりもずっと温かい、人間だけの特権だった。私たちは不自由な楽園を追放され、混沌とした荒野へ戻ってきたのだ。私は雑踏の喧騒に耳を澄ませた。そこには無数の嘘と、ほんの少しの真実が混ざり合い、生きた音楽のように響いていた。